ということで皆さん本日もやってまいりましたということでカズ、はい、今日も元気に、はい、気合と根性でやっていこうと思いますけれども、その前に、カズ、最近我々本当に皆さんに街中とか、コンビニとかラーメン屋さんで「あ、カズさんだ」とか「パイセンだ」とかって言って声かけてもらえるようになって本当ありがたい限りですね。本当いつも皆さん見ていただいてどうもありがとうございます。ということでカズ、本日はね、何を話しますかと言いますと、まあ一応俺もつけ麺がメインでやらせてもらってるラーメン屋さんじゃん。一応じゃないですけどね。まあね。そんな中でつけ麺ってラーメンのシェアから比べるとまだまだ少ないわけよ。まあ東京ではつけ麺絶対もう皆さん分かってますけどね。そう分かってはくれてるんだけど、やっぱつけ麺苦手とかつけ麺食べたことないっていう人がまだまだいっぱいいらっしゃるわけよ。辻田調べだけど。辻田調べだけど。でそんな皆さんにぜひね、やっぱりつけ麺の美学とは何かと、つけ麺は何をもってみんながつけ麺のどこに魅了されるのかっていうことを説明したいわけよ。なるほど、それは話ですね。今日はそんなお話をね皆さんにしていければと思いますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。こう感じながらつけ麺食べてくれって多分美味しくなると思う。そうそれだし、どこがつけ麺のハマる要素なのかっていうこともね考えながら、そうより美味しくなりますね。でしょ。まずつけ麺食べて何が嫌って聞くわけ、みんなに。俺嫌なこと？いや、つけ麺は食べないとかっていう人いるから。ああ、なるほど。つけ麺は食べたことあるから、まあ好きじゃないとかっていう人いるから、それ何って聞くと一番多い答え、ぬるいっていう。つけ汁がぬるいかぬるくなる。つけ汁は熱々が出てきてる、基本的には。ただ、例えばこのつけ汁ってラーメンだと大体一般的には 300cc から 400cc ぐらいスープが入ってるところに熱々の麺が入って常温のメンマとかチャーシューとか卵が入るわけだよね。でもつけ麺の場合っていうのは 200cc ぐらいのところに同じだけの具が入っちゃうから、まずその時点でちょっと温度は下がりますよ。だけれども俺はつけ麺はぬるいところがいいと思ってる。このぬるさを楽しめと。これはなぜかというと、俺がつけ麺にはまったのは20歳ぐらいの時だね。でこれなぜかっていうと、20歳の男の子だったから当時はね、お腹空いてるわけですよ。常に空いてますね。空いてる、常にお腹が空いてるわけ。だからいっぱい頬張って食べたいのに、ラーメンは熱くて頬張れないんですよ。頬張れないんじゃん。頬張れないっすね。頬張れないんじゃん、熱くて。千鳥さん風そうそう、頬張れないんじゃん。だから、つけ麺を初めて食べた時に、ぬるいから頬張れたの。口いっぱいに麺を詰め込めたわけで、これちょっと膨らましながらハムスター状態で、ハムスターなんじゃん。バカ、そんなどうでもいいんだけど、俺それがすっごくもうたまらなく刺激になったわけ。だからまずやっぱ熱くないからめちゃめちゃ頬張れたっていうところが俺一番の良かったなと思ったポイントなのね。それでまずつけ麺ってすごい食べ物だなと思ったのプラス、やっぱりさ若いからさ俺も体動かしてたのもあったし、味が濃いものが食べたいわけじゃん。求めますね。濃い味を。じゃ今じゃって言ったんだよ俺。もう一回。じゃがちょっと弱いごめん拾えなかった。ごめん俺が悪かったな今の。とにかく次はやっぱ若い男の子は汗かいていろいろ動いてるから、汗でこう塩分が出てってるわけだ。そこへ持ってきてつけ麺っていうのはめちゃめちゃしょっぱいわけよ。あのしょっぱさが良かったんだよね俺には。しょっぱいものを口いっぱいに頬張れるこの喜びってないわけよ。ポテトチップスとかいっぱい頬張りたいですもんね。でしょ。でもポテトチップスは熱くもないし、まあ頬張るちょっと口の水分持ってかれるけど、持ってかれる。確かに。つけ麺はしょっぱい上に口いっぱい頬張っても水分持ってかれないから、その後水をガブ飲みっていう。ガブ飲みしたい。そうでしょ。そしてプラス若い男の子に何がいいかって量が多いんです。だいたいラーメンの1玉っていうのは 150g 前後なんですよ。ラーメン屋さんね。で大盛りにするとだいたい半玉だから220、30g。だけどつけ麺は最初から 250g 前後。だから最初からラーメンの大盛りよりも麺の量が多く入ってるわけよ。これ意外と知らないけど実はそうなんですよね。そうなのよ。入っちゃうからですよね。そうつるっと。だから噛む回数が少ないからお腹いっぱいになるまでに時間がかかるから食べれちゃうの。ラーメンは熱いからいっぱい頬張れないから噛む回数が多いから満腹になっちゃうのすぐに。なるほど。つけ麺はそれがないからお腹いっ
ぱいになるわけ。なるほど。だからお腹空いてたところから血糖値がガーンと上がるわけよ。それもまた癖になっちゃうっていうね。確かに、だからそんなところもいいし、でもがっつりじゃん、だってつけ麺大盛りしてみな、370-380g になるからね。とんでもないです。二郎さんより多いってことですね。そういうことだよ。素晴らしいでしょ。すごいですね、よくよく考えてみると。そうなの。そして、あと俺がこれはちょっとラーメン屋的な話になっちゃうんだけど、つけ麺って、ジャンルとしては、あんまラーメンのジャンルじゃないの。それはどういうところかっていうと、ラーメンっていうのは料理とは違うんだよね。ラーメンっていうのは生きたスープをこうすくって、こう常に安定させることをこう職人さん、インスタントのところは別よ、普通のところはこう職人さんがそのを調整しながら、ラーメンのタレが大体20から 30cc ですよ。そこに、300cc から 400cc のスープを要は10倍ぐらい希釈するっていうやり方なんね、一般的には。だから味のブレが出やすいんです、これラーメンは。タレの比率がものすごく少ないから、スープがこう生きてるからそこがブレちゃうと、ものすごくブレちゃうんだよね、ラーメンとして。だけどつけ麺っていうのはどちらかというと料理に近いと思ってるんだよね。つまり例えば同じ 20cc、30cc だとしても、スープが200しか入らないから、よりタレへの依存度が高いから、その分味がブレづらいんですよ、これ。タレが素晴らしいタレと。そういうこと。だから、いろんなところに行っても味がブレてるっていうことがないから安心感を持って食べられるっていう。なるほど。そう。例えばさ、味すごいラーメン屋さんあるじゃん。ある。ブレがある。だけど俺別にそのブレを否定するつもりはないの。あ、今日はこういう感じなんだな。あ、今スープの状態こういう感じなんだなと思って俺は食べるから。だけど、一般の方はあんまそうは思わないだろうし、安心感を持って食べれるっていう意味ではつけ麺の方が味がそういう意味でブレづらいから。なるほど。外れがないってことか。そう。外れが少ないから。そう。ってことはイコールどういうことかっていうと、多店舗展開をしていくときに、経営者として安心感があるんですよ。今日味ブレてないかなとか大丈夫かなってこう何十点でも思わなきゃいけないところがブレが少ないから、そこをあんまり気にしなくていいっていう。すごい大切なことですね。大事でしょ。こちら側っていうかラーメン店主側からすると、ラーメン店としてはね、すごくそこ大事なんちゃんとやってっかなみたいな。それでさらにこれはまたこっち経営サイドの話ね。どこでお客様がリピートしてくれるかっていうと、やっぱりこれは俺が常日頃からこれ YouTube でも何回もお話しさせてもらってるんだけど、やっぱり人間が癖になる要素が高いもの、これやっぱりものすごく辛いとか、油を上手に使ってるもの、そして量が多い、この3つには勝てないと思うんだよね、俺。おっしゃる通りだと思います。あ、ごめん、あともう一個、味が濃い。年々さ、俺は思うけど、味がってどんどん濃くなって塩分過多にどんどんみんななってると思う。やっぱそれ世の中の流れがそうなってるからなかなか変えられないんだよね。おっしゃる通りですね。で一回やっぱりその刺激を覚えちゃうと、やっぱり人間って不思議なもんで、味が薄いもの食べた時に物足んなさが出てきちゃう。そういう風にしてどんどんやっぱ味付けって濃くなっていくから、ものすごくそこの味の濃いっていうところには癖になる要素っていうのは大きいなと思っちゃう。ありますね。なんか吉村屋さんとか杉田屋さんとか、しょっぱさもう一回行きたいなって思いますよね。しょっぱさ癖になって記憶に残ってるでしょ。残ってますよね。じゃあ満腹にもなれる、油も入ってる、味も濃い、これ完璧じゃないですか。でしょ。だから今まで本当につけ麺は嫌いだっていうとか、つけ麺食べたけど美味しくなかったっていう方は、そういうところも感じながらもう一回ね、もう2回3回ちょっと食べてもらうとつけ麺の良さが分かってつけ麺にはまるんじゃないかなと。そういう時はぜひ他のつけ麺屋さんじゃなくてうちのつけ麺をね、そういうことには食べていただいて、食べるんじゃうちのつけ麺を食べるんじゃっていう感じで、本当に食べてもらいたいなということで、今日はね、辻田なりのつけ麺の美学、そして皆さんがつけ麺を大好きになっていただける要素っていうのをちょっと俺が勝手に話させていただきました、ということで、ぜひ辻田のつけ麺にチャレンジしてみようとか、これからつけ麺に挑戦してみようと思った方はぜひですね、チャンネル登録ですとか高評価をして応援していただきたいと思いますけれども、本日は辻田のつけ麺の美学でした。どうもありがとうございました。